日チャンネルステップバイステップ。はい、始まりましたけれども、今日も絆ベースジムに来させていただいてますけれども、本日の動画もレジェンドファイタハマってるね。ー、はい、やっぱりこうこのシリーズ手応えありましたね。手応えあるし、俺らの見てくれてる世代と一緒やから。まあ自分たちもやってて楽しいですね。はい、そうですよね。はいはい。で、ちょっと神戸先生がいろいろ持ってきてくれてますので、そうなんですよ。はい、いやまあね、本当にいろんな技がありますからね、いろんな選手が出てきましたから、はいはい。まあ、これまでキック、フブトルネードと、お、あと大マン蹴り、はい、今度パンチいこうかと、パンチいく。はい、はい。シアンフックとかね、出たよく言います、サモアンフックとかね、まあフック系はやっぱり必殺技になりやすいですよ、うんうんうん。ヒョードルとかのそのイメージはあるよ。で、俺はもう俺のね、素人のイメージ、ロシアンフックはもう喧嘩パンチじゃないけど、もう大振りっていうイメージ。こういうイメージじゃないの？素人、なんか俺からしたら素人のパンチというか。どれイメ古いージは？イメージはどんななん感じ？かこういうイメージ。そのただただ体を振ってるっていう俺のイメージ。まあ振ってるのは間違いないですけどね、体を。そんなイメージは見た感じそうですね。はいはいはい。まあヒョードルだったりボブチャンチンだったり、この辺りが有名じゃないですか。ロシアンフック、これ合ってます？単なる俺はもう肩からもうミキロクの猫パンチじゃなくただただこうやってるだけなんですけど、僕もそんな詳しいわけじゃないですけど、ロシアンフックって当てる場所があれなんですよね。拳じゃなくて、まあ拳もあるんだろうけど、ここで当ててますよね。そうですね。結構静止画とか見ると本当にもうそういう感じで当ててる。だからそれだけ腕がこうしなってこう使ってるんですよね。しなって脱力してドンって。ここじゃなくて、ここ？ヒョードルとかって結構もう拳が怪我しまくってたんですよ。その打ち方もちょっともしかしたら影響あるかもしれないですね。こういうこと？そう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 。そうだ、肩を回さないと意味が分かんないと思う。そこで打つ、普通にそこで打たないじゃないですか。こうじゃなくて、このしなりっていうかね。そうそうそう。パウンドもそんな感じで打ってましたからね。ノゲーラ対ヒョードルの1戦目見てください。っていう感じじゃないですか。普通の全然大振りっていうイメージでした。単なるパワーに物を言わしたパンチと思ってたんですけど、やっぱこれが軌道も読めないとかって。そうですね、見づらいですよね。あとは小さい人が大きい人と戦うときに、なるほど。見えないでしょ。マジ今ほんまに本当に見えない。一個も見えなかったです今のはマジで。そうなんですよ。しかもタイミングもやっぱちょっと遅れてくる感じがするかもしれないですね。そうそうそう。ストレートと。そう。だからゆきおさんストレートここに打ってくるでしょ。こう、ここで合わせて。それを落とすってこと？体は。目線を下にしながら入ったりね。っていう使い方できます。ヒョードルもすごい背低かったんで、ヘビー級の中で。そう。大抵自分より大きかったんで、例えばズール戦とか見てください。ズールとの試合。ズールってだってもうね、ブラジルのね。そう。の試合もロシアンフックで何発も倒してるんですけど、あれと相手でっかかったんで有効だったと思うんですよね。有効なんです。期待したなズールは。ゾクゾクしたけど。お父さんはヒクソン・グレイシーの試合してますからね。ちょっとじゃあミットで受けてみます？ジークンドーのフックはこうですね。ここからリードのフックはね、重いよこれは。はいでロシアンフックいきますか？ロシアンフックもいきます？どう思ってこうでこうか上からね。上からですね。この方がいいのかな。いいよ。痛い。でここで当ててみましょうか。これ痛いのそれ。そんな感じ。しなってる感じするな。しならせて。伸びるよ。やってみてどうなんですか？すごい殴りづらいんですか？いや殴りやすいっすよ。なんか本当に野球のこのスローイングみたいな感じ。確かにこっからさ。しかもね、先生も小柄だからさ、なんでロシア系の方多かったんですかね。確かに。
あんまり見ないですよね、以外で。もう俺もうほんま振りかぶってるさ、その野球みたいなことですか？お、いいね、いいよいいよ。ああ、いいんじゃないですか。でもここがやそのここがや痛いそう普段こでもこなんて表ゆきおさん、でも角度は合ってるんですか？角度は、もうこう持っていくんですか？上からそう力ここ抜いて、こうしならせるから。そう上から、おー、いい今乗ってた。いい。ここ痛めるけどでも楽は楽やね。でもなんかかなり隙があるイメージというか、そのジークンドーとか、そうですね、その相手が入れる。だからヘッドスリップをしながらこっちでラインを外して打つのが大事なんです。で、僕がヒロ先生が学んだのがオーバーヘッド。ロシアンフックとも似てるんですけど、このオーバーヘッドって頭を越えるように打つから、オーバーヘッド、自分の頭を、そう、自分の頭、でこれもだからラインをここで合わせてるのをこっちでスッて外した時に目線がこうずれるじゃないですか、相手で、そこから後からこっちにガンって入るんですよ。そう、これもすごくだから似てますよね。似てますね。オーバーヘッドで肘をコンってしっかり上げてこう。そう、似てますね。似てますね。それをもっと遠心力使ってるのがロシアンフックって感じそうでかね。ですすね。体の、なんかもう背中からこう打つようなイメージですもんね、ロシアンフック。もう見えないんでしょうね、その戦ってたら。見えないと思いますよ。で肩超痛めそうっすね。確かにね、俺イメージしただけで肩痛いわ。伸びる。あしかも変な当たり方したらそうめちゃくちゃこう途中で止まっちゃったりするしさ、ダメージあるよ。まあ確かにその相手が身長高い相手とかにはかなり有効的。自分もオーバーヘッドを使いますよ。その習ってるこのストレート、こっちのストレートに対してやっぱスリップしながら遅れてガンって入って、でそのこっち入って、その外からこっちに入って中に入れてこうっていう使い方でしょ。時間差なんですよね。キュッドンって入って、だからちょっと遅れて、タイミングが遅れてやってくる。だから反応ができないというか遅れちゃうんですよ。だから思いっきり食らうっていうね。そうこの頭のずらしの動きに反応させて後から打つから食らうんですよ。そうか。相手もそのスタンダードな動きに慣れてれば慣れてるほど、ストレートのタイミングだったら先に来てるはずなのに、本来だったらこうで来るのに、で準備してるのに、そうでしょ。それがこうそうね、0コンマ遅れるだけで、何秒遅れて、あれドーンって、ドーンで、しかも四角じゃないですか。こっちにずれてこっちから入る。確かにスローモーションとかで見るとね、ずーっと相手の前見てて横から当たるみたいなあるじゃないですか。視界外が飛んでくる。あの時ってもうロシアンフックってえげつなみたいなイメージだったけど、めちゃくちゃテクニックがテクニックがし、やっぱ当てるのもそうね、いろんな戦術の中でこう使っていくものだからテクニックいりますよね。ジークンドーも近いのもあるし、そうですオーバーヘッド。また出てきてほしいですね、改めて使い手。そうですね。今はあんまり前はやっぱりそのボブチャンチン・ヒョードルが多分あまりに有名すぎたから、前ほど見ないですよね。 UFC 出てるロシア人とかももっとコンパクトなパンチ打つ選手が多い。やっぱこう時代とともに技も変わっていくんですよね。そうですね。やっぱリスクもあるっちゃあるんです。もちろんそうじゃないですか。動きも怪我しやすそうですよね。そう晩年のヒョードルやっぱすぐ拳怪我してましたそれ多分さ、その破壊力に対して体がもう追いついてないんじゃない。それだけやっぱ強力に言われてましたよね。パンチになるから。花山薫が本気で拳を握ったことがないらしいですからね。拳が壊れちゃうから。壊れちゃうからね。あの握力で握ったらね。なるほど。そんなことあるって僕思いましたけど。その今思い出したけど、あれケビン・ランデルマンやったっけ、一回パワーボムみたいなヒョードルに決めたけど、で決まったと思ったらただただ起き上がってきて締めて勝ったっていうね。そう。いや起き上がってないです。その流れで。その流れで決めたんで。叩き落とされた流れでアームロック決めてましたね。いやとんでもないやっぱレジェンド選手ですそうですね。世界最強っていうヒョードルっていうね。
ロシアン服って多分皆さん知ってるじゃないですか、名前言葉はも知ってるし、でもこんなことだったとは全然知らなかった。マジで勉強になりました。噛み砕いて分析とかはねあんまりしないですよね、面白いっすね。まあ先生も初めてしたと思いますけど、自分自身勉強になります、すごく。楽しい、なんかちょっとジークンドーと近かったっていうのもね、まあそういう技もオーバーヘッドっていう技技術もあるっていう。いいじゃないですか。この企画を通して過去に活躍した偉大なファイターのね偉大さを再確認するという、本当でもいいよ、素敵よ、素敵企画。嬉しいしな、その当時のゾクゾクしてたメンバーの技を知れるっていうのは、はい、それまた引き続き先生にはチャレンジしていただきたいと思いますけど、はい、ぜひぜひ。本日はロシアンフックでした。ありがとうございました。こっち側こう開くので、ここにこう入れていく。